おはようございます。たかしです。本日は2月14日水曜日、ただいま9時22分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日の強い上昇で冷やしは今までの高値を上抜けてきました。ただですね、ここ、黄色のラインを追加したんですが、過去の高値に当てたこのライン、その辺付近で今は上げ止まっているところですね。ストキャスティクスも高値圏にありますので、そろそろ一旦の調整の下落をしてきてほしいところですが、昨日のこの上昇を見ていると、このままどんどん上昇していくという風にも考えられますが、基本的にはインジケーターに素直にトレードをしていくのがいいと思います。もちろんストキャスティクス高値圏に入ってもそのまま上昇していくこともあるんですが、そういう変な癖をつけると、本来下落するような相場でもこのまま強い陽線が続いていくんじゃないかという風に錯覚を起こして、そこでロングエントリー、そして最高値をつかまされて下落していくっていうような、そういう癖をつけてしまうかもしれませんので、ですので基本的にはストキャスティクスが高値圏にあるときはロングエントリーはしない、そしてストキャスティクスが安値圏にあるときのショートエントリーはしないというのを基本的なルールとして癖づけておくのがいいと思います。現在はストキャスティクス高値圏、そしてこのラインにもぶつかってきておりますので、底堅い動きはするとは思いますが、ここから大きめの調整下落に入る可能性は考えておきたいです。では4時間足です。4時間足でもストキャスティクスは高値圏ですね。ですので基本的には本日は調整の下落を待ちたいところです。理想的なのは GMMA の青帯ぐらいまで下落してくるのがいいんですが、結構今昨日の急上昇で GMMA との乖離が進んでおりますので、そこまで大きく戻せるかっていうとそれはちょっと難しい。もしかすると本日はじりじりと方向感なく下落方向に動いて1日を終えてしまうかもしれませんね。基本的な考え方として昨日みたいなこういう大きな動きが出た後の次の日は調整で終える、そういう可能性が高くなります。ですので昨日強く上昇してきたっていうことは本日このまま上昇していく可能性もゼロではないんですが、じりじりと下落方向、調整の動きをしてそれで1日を終えてまた明日から上昇していくとか、もしかすると今夜あたりから再び再上昇していくかもしれませんが、一旦はストキャスティクスも高値圏にありますので、この過熱感を解消するような動きですね。この過去の動きを見てもわかるように、高値圏に入れば下落、高値圏に入れば下落、そういう動きを本日はしてくるのかなと考えておくのが無難ですね。底堅い動きはすると思いますので、少し下がったところでは反発上昇をしやすくはなりますが、とは言っても昨日の高値を超えていくような、そういう上昇には今の段階ではつながりにくいと思いますので、まずはこの調整の下落を本日は見ておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足は赤のトレンドラインの角度で上昇しておりますね。このトレンドラインに沿って上昇ということは、本日はこのトレンドライン付近まで戻してくるかもしれないですね。今一旦目安にしておきたいのは GMMA の青帯です。そのあたりで一旦反発してくると思いますので、そこでの反発で昨日の高値を超えていけるのかどうか。ただ冷やしのラインがありますので、どんどん上昇していくというイメージは持たない方がいいと思います。基本的には冷やしの高値で一度反発の下落、4時間足も冷やしもストキャスティクスは高値圏ですので、まずは本日は調整の下落を待ちたい。どこまで調整するかというと GMMA の青帯か赤いトレンドライン、そのあたりまでじりじりと下げてきて、そこからの反発のその上昇の流れを見ておけばいいと思います。イメージとしてはこんな感じですね。GMMA の青帯で反発するか、それともトレンドラインぐらいまで下がってくるかわかりませんが、こんな感じでこの反発のポイントを見ておくとわかりやすいと思います。では次はドル円です。ドル円も昨日強く上昇してきているんですが、もうターゲットが見えてきましたね。ここですね。2023年の11月の高値 151.9 というところが今見えてきましたので、そのあたりまでは上昇していくのかなと考えます。ただ過去の動き、このあたりですね、去年の11月ぐらいの動きを見ていただいてもわかりますが、結構乱高下しているんですね。ですので、その動きにはご注意ください。強く上昇した
したと思ったら強く下落してみたいなのを繰り返してますので、突発的な下落、急落、急騰っていうのは注意しながらここからの上昇の流れについていくのがいいと思います。本日はやはり昨日強く上昇してきたので一旦の調整を待ちたい。こちらもポンド円同様、ストキャスティクスは高値圏にありますので、やはりそのストキャスティクスの過熱感を解消しに行く、だらだらと下げてくるのを待つ、そういう日になってくるのかなと思います。では4時間足です。先ほど日足でお話ししましたターゲットですね、151.9 というところがこの白い水平線です。その一つ手前に 151.422 というオレンジの水平線も引いております。このあたりがターゲットになってくると思います。ドル円は1時間足のこの赤いトレンドラインに沿って綺麗に上昇してますよね。昨日もそこで反発、一昨日もそこで反発、そしてその前も反発しているというすごくわかりやすいこのトレンドラインがありますので、その辺まで押しを待ってからの上昇の流れ、こんなイメージですね。こういう動き方をイメージしておくといいと思います。ですので本日はじりじりと下がってくれば下げ止まりを待ってそこからの次の上昇の流れですね。もしかするとトレンドラインじゃなくて GMMA の青帯ぐらいまで下がってくるかもしれませんが、もしトレンドラインを下抜けるような動き、トレンドラインを強く下抜けるような動きがもし発生するのであれば、そこからは一旦押し目買いは様子見がいいのかなと思ってますが、現在はトレンドラインに沿って上昇してますので、まずはこのトレンドラインに沿った上昇の流れについていくという押し目買いで考えておくとトレードはやりやすいと思います。4時間足もストキャスティクス高値圏ですので、まずは本日調整を待つというところが大前提です。では1時間足です。先ほどのこのトレンドラインですね、そこまで戻してきてほしいところですけれども、まずは1時間足 GMMA の青帯で昨日サポートされて上昇しているようにも見えますので、まずはこのトレンドラインまでのところ、この GMMA の青帯がじりじりと上昇していきますので、そこにぶつかればそこからの反発上昇も考えておきたいです。そして GMMA に深く突き刺さってきた時はトレンドラインぐらいまで下がっていくだろうと考える。そのくらいまでの押しを待っておきたいですが、基本的には底堅い動きをすると見ておりますので、下がったところは買われやすくなってますので、例えば15分足とか5分足で下がったところから短く押し目買いをしていくっていうのもいいかもしれません。基本は今1時間足ストキャスティクス結構綺麗に動いているんですね。昨日これ安値圏からの上昇、これは CPI での上昇ですが、ストキャスティクスそれに合わせて上昇してますので、本日も1時間足のストキャスティクスが安値圏に入ってくればそこからは上昇しやすくなりますので、その辺を見ておくとタイミングが測りやすいかもしれないです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。